平和を脅かす怪獣。宇宙よりやってきたスフィア。ガッツセレクトは日夜これらの敵と戦っている。そして輝けフラッシュデッカーウルトラマンデッカーフラッシュタイム。彼らの強い味方がウルトラマンデッカーだ。デッカーはガッツセレクトとともにこれまで数々の脅威に打ち勝ってきた。だがサメンチェルフェイス。みんな大注目の情報だ。ウルトラソフビシリーズ怪獣が出現。スフィアサウルス、スフィアゴモラ、ガッツマシン出動。立ち向かえウルトラヒーロー。君は何で戦う？ウルトラソフビシリーズガッツホークも。ガッツセレクト出動。レーダー。やるしかねえ。今やるしかねえんだ。行くぞー。輝けフラッシュデッカー。新番組「ウルトラマンデッカー」テレビ東京系にて毎週土曜朝9時放送中。絶対に見てくれよな。なんだよ、まだ落ち込んでんのか。そりゃあね。気持ちはわからんでもないけどさ、切り替えていこうぜ。そう簡単にはいかないよ。
朝影博士が宇宙人で、しかも敵になっちゃったんだから。まあな、俺様も驚いたぜ。バゼド星人のアガムスだっけ？ああ、尊敬してたのにな。でもほら、事実は事実でしょうがないんだしさ。いつまでも気にしてちゃ身が持たないぜ。ドライだな。メトロン星人ってみんなそんな感じなわけ？なんだよそれ。いやさ、この間私呼び出し食らっちゃってさ。内部調査局に。内部調査局？おう。なんだよ、何したんだよおっさん。バカ、私は別に何もしちゃいないよ。じゃなくてほら、うちって朝影博士と関係深かったじゃない。まあ一応技術部だしな。ああ、それで朝影博士と協力して地球をひっくり返そうとしたんじゃないかとか言われてさ、めちゃくちゃ絞られたよ。しまいにはお前も宇宙人じゃないだろうなとか言われてさ、生体検査までされたんだぞ。もう冗談じゃないよ。どっからどう見ても地球人の冴えないおっさんだもんな。冴えないは余計だよ。なるほどな。それでメトロン星人か。あそこの局長もメトロン星人だもんな。そうなんだよ、ナイゲル局長。もうめちゃめちゃ怖かったよ、あの人な。ガッツセレクトも相当やられたらしいぜ。そうなんだ。ああ。私はナイゲル TPU 内部調査局局長だ。隊長の村ちゃんがアガムスの協力者じゃないかって疑われて相当揉めたらしいんだよ。異常なしか。ナイゲル局長、しつこいから大変だったと思うよ。私も全然帰らせてもらえなかったもん。率直に言おう。我々は君がアガムスの協力者ではないかと疑っている。協力者？村ちゃん10年前にもやらかしてたみたいでさ、それをネタに絞られたんだって。先輩、子供が！何があったのさ。怖がらないで。当時闇の巨人ヒュドラムを追跡中に逃げ遅れた子供を見つけたらしくてさ、これを。よし。任務を放棄してその子供を助けたんだって。何それ、いいことしたのにそれで怒られたの？その子供ってのがその後見つからなくてさ、ヒュドラムをわざと逃がしたんじゃないかって疑われたわけだ。ひどい話だな。龍門大、君は。でもその子供が隊員の龍門だったってことが分かって、10年前の隊長の行動は正当です。村ちゃんの疑いは晴れたってわけだ。俺が証人です。そっか、10年越しの恩返しになったんだ。いい話だな。それですんなり引いたんだから、ナイゲル局長も立派だよ。まあな。そういえばおっさんはどうやって疑いが晴れたんだ？隅々まで調査された後にナイゲル局長が言ったんだよ。すまなかったね、君はただの冴えない地球人だったってね。当たってんじゃん。ほっとけ。冴えてるか冴えてないかまで分かるんだよ。そんなことはさておき、これから大変だぞ。あのテラフェーザーが敵になっちゃったんだから。そうだな。DG001 DG 嘘、怖っ。なんだよ。いやほら、このテラフェイザーの型式番号 DG001、それが何なんだよ。 D がテッカーだとすると G ってジェノサイドなんじゃ。
まさかお前偶然だろ。デッカーを破壊するもの、やっぱり最初から。やだ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 、怖い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 。最初は頼もしい仲間ができたって喜んだんだけどな。こんなところで壊されては困るんです。テラフェイザーは私の希望なので。羽次郎がパイロットになってな。テラフェイザー起動します。最初の出撃から大活躍だったもんな。その後もさ、スフィアネオメガスと戦ったよな。あの戦いもすごかった。主兵装の TR メガバスターを初めて使用したんだよな。 TR 粒子チャージ開始。 TR メガバスターを使用します。一撃必殺の粒子砲って触れ込みだったからね。威力も半端ないよ。それが今度はデッカーに向けられたんだもんな。デッカーだけじゃないよ。あの攻撃がいつ人類に向けられるかと思うと。ロボットには意志がないから、使い方次第で正義にも悪にもなりうる。そこが怖いところだよ。お、技術者らしい見解だな。まあね私たちが作ったナースデス整合だってガッツセレクトが正しく使ってるからいいけど、悪人が使ったらと思うとゾッとするよ。確かにな。っていうか前に一回あったからな、それ。嘘だろ。ダダ10年前なんだけど、ダダっていうコンピューターウイルスみたいな宇宙人にシステムを乗っ取られそうになったことがあったんだよ。ナースデス整合のシステム上書きだ。ああ、後で聞いたよそれ。ソーダシステムが乗っ取られかけてるぞ。ナースキャノンとか勝手にぶっ放されちゃったんだろ。ナースキャノンが発射準備に入ってる。そうそう、あの時は鉄心のバカ力でどうにか被害は抑えられたんだけどさ。アナログ回路の制御盤は。その後もガッツセレクト一丸となってアナログ操作だよ。ああ、そういう時強いよね、アナログ。ナースデス整合だけじゃない。ダダはキングジョーを動かし始めた。キングジョーってあの空から落ちてきたロボットだろ。そうそう、正しくはキングジョーストレイジカスタムっていうらしいんだけど。ストレイジカスタムどういう意味？ややこしいからその説明は後で。とにかくこのキングジョーの強さときたらバラバラに分離したり、戦車みたいに合体したり、とにかく多彩な攻撃を持ってるやつだったよ。トリガーと Z が協力してどうにか倒せたけど、ナースデッセイの件も含めて冷や汗もんの事件だったな。They continue to grow in strength.
but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom. They're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I am the Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulus. Ultra Galaxy Fight. The Destined Crossroad. Who dares? Hey, don't forget about us. で、そのストレイジカスタムってやつのことを教えてよ。ああ、出番のやつに聞いたんだけど、キング・ジョーは別の次元にある防衛隊が使ってたロボットなんだって。別の次元？ウルトラマン Z がもともといた次元ってことなんだけど、ストレイジっていうロボットをメインで使う防衛隊らしい。あ、なるほど。それでストレイジカスタム。そう。オスチェストー。ん？ストレイジのロボットは特空機っていうらしいんだけど、キング・ジョーストレイジカスタムタンクモード。キング・ジョーストレイジカスタムの他にセブンガーとかウィンダムとかいろんな種類の特空機がいたんだって。へえ。ところ変わればというか次元変わればというか。ペダリング粒子発射。一口で防衛隊といっても戦い方はいろいろなんだな。今ハルキ。そうそう、ウルトラマンにもいろいろいるみたいにな。それにしても簡単に別次元とか言ってるけど、途方もなくて一般人の私にはピンとこないな。まあな、俺様も目の当たりにするまではただの概念だと思ってたけどな。でも Z とかリブットとか実際目の前に出てきちゃうと信じざるを得ないよ。そっか。ああ、 Z の他にも来てたよな、ウルトラマン。おう、だって会長さんも別の時空から来た漂流者だったしな。え？静馬光圀会長も？やべ、また口滑らした。いやもうちょっとやそっとのことじゃ驚かないけど、いやそうだったんだ。まあその話は置いといてさ。あ、そうだ、ロボットといえば10年前に厄介なやつがいたよな。ほらほらほら、あいつだよ、あいつ。ほらほら、最近多いぞ口滑らし案件。ほんとごめん。気をつけろよ。で10年前に何だって？ああ、そうそう、サタンデロスっていうロボットがいてさ、硬いバリアでどんな攻撃も防ぐ厄介なやつだったんだよ。なるほど。テラフェイザーと違って防御特化型ってわけだ。ナウスキャノン発射。発射。
つが体を張ってくれてさ。ああ、知ってる。ナースデス星号に入り浸ってたとかいう人でしょ。宇宙一のトレジャーハンターとか名乗ってる。そうそう、そのイグニスのおかげでバリアを攻略できたんだ。元気にしてるかなあいつ。バリアが消えたぜ。ナースデス星号とガッツファルコンの集中砲火でなんとか撃破できたんだよな。一撃必殺の攻撃力を持つテラフェイザー。よいしょ。多彩な手数が特徴のキングジョー。どうする。防御に特化したサタンテロス。かっこいい。ロボットも設計思想の違いでだいぶ方向性が変わるよな。まあなあ、共通して言えることは敵に回すとそれだけ厄介ってことだ。生物と違って武装も豊富につけられるし、強力な武器を一つでも持ってればそれだけで脅威になりうる。強力な武器といえばさ、これもデバンから聞いた話なんだけど。ってことはまた別次元の話？ああ、そうそう。モネラ星人が作った電脳魔人デスフェイサーっていうのがいて、これがなかなかすごい武装を積んでたらしいんだ。左腕に超強力なガトリングガンを装備してて、遠距離射撃はお手の物。右腕には伸縮自在のデスシザース。格闘戦にも隙がないんだ。ダイナっていうウルトラマンが戦ったんだけど相当苦戦したらしいぜ。すごいんだな。中でも一番の武装がネオマキシマ砲っていう胸に装備されたエネルギー砲だ。島一つくらい楽に消し飛ばす威力があったらしい。そりゃすごいな。あ、そのダイナってウルトラマンもよく勝てたな。っていうか勝ったんだよな。もちろんだぜ。一度は敗れたんだけどバッチリリベンジかましたんだってさ。最後はネオマキシマ砲をパンチでぶち抜いたらしいぜ。何が起きた？地球の半分を我々に割譲せよ。あのスーツがあれば俺も戦えます。こんなやつに地球を好き勝手にさせるわけにはいかないんだ。俺の名前はウルトラマンタロー。ウルトラマン立て。ウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。そのデスフェイサーってロボット、今聞いた特徴だとちょっとテラフェイザーと似てるな。ああ、言われてみれば確かにな。
デスフェイサーとテラフェイザー、名前もなんか似てるわ。偶然の一致ってやつかな。さあなあ、アガムスも宇宙人だったんだし、どっかでモネラ星人の情報を仕入れてたのかもしれないけど、こればっかりは推測の域を出ないよな。まあ深く考えてもしょうがないか。うん、どういう羊であったとしてもテラフェイザーが脅威だってことは変わらないからな。大丈夫かな、ガッツセレクトのみんな。何、心配いらないだろ。そう。おう、こないだナースデスエゴアのメンテに行った時に会ったけど、蓮見かなた泥まみれなんすよ。桐野一花、龍門相馬。準備はいいか。もちろんだ。大丈夫。せーの。それぞれに見どころがあって頼もしいやつらだったよ。ガッツセレクトは任せたぞ。それにウルトラマンデッカーもいる。そうだよな。なんといっても新しい姿も披露してくれたことだし、めちゃくちゃ強かったよな。デッカーもウルトラマンとして成長してるってことなんだろうな。頼もしい限りだよ。確かにガッツセレクトとウルトラマンデッカーなら心配いらないかもしれないな。そういうことだ。でもあいつらも体一つじゃ戦えない。分かってる。彼らが万全の状態で戦えるように装備を整えておくのが我々特務参加の仕事だ。ああ、お、元気出てきたみたいじゃないか。お前の言う通りいつまでも落ち込んじゃいられないよ。切り替えていかないとな。その方がおっさんらしいぜ。よし、これからもガッツセレクトが負けないようにサポートしていくか。よし、頑張ろう。よし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 よいしょ。バリバリやるぞ。突如陥没した町、原因は怪獣を超越した生物らしい。調査に向かった俺は再びアガムスと遭遇する。一体どうすればあんたを救えるんだ。次回ウルトラマンデッカー異次元からのいざない、みんな見てくれよな。